皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1132日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1230名、戦車4両、装甲戦闘車3両、砲3注文、防空システム1機、ドローン71機、その他車両65両となっています。戦線全体では198回の地上戦の報告があり、ロシア軍は作戦のペースを上げたまま維持しています。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。フィンランドのストゥプ大統領はパームビーチでトランプ大統領とゴルフを楽しんだ後に記者団に対し、ロシアに対するトランプ大統領の忍耐は尽きつつあり、個人的には良い兆候だと思うと述べました。大統領は、さらに、ロシア強硬派で有名な共和党のグラハム上院議員とも話をした。彼は、近い将来ロシアに対する制裁措置案を提示する予定だ。私は、その一部を聞いたが、その通りになれば、かなり厳しいものになるだろうとも述べました。ストゥブ大統領は、ロシア人は、交渉してから新たな要求を出すのが典型的なやり方だ。中でも、プーチン大統領は武力のみを理解すると伝えたと述べました。一方、アメリカが取得を目指しているグリーンランドについてはアメリカに協力すると述べたと伝えられています。2番目。また、トランプ大統領は NBC でニュース番組の司会をしているウェルカー氏にわざわざ電話をかけ、その中で数時間前に電話をかけてきて、プーチン大統領に怒っていると言い、地獄のような石油関税をかけるだろうと述べました。さらに、プーチン大統領がゼレンスキー大統領に代わる政権について語り始めたとき、私は怒り、憤慨したと電話で言ってきたとのことです。3番目。怒れる愛国者で有名なロシア宣伝活動家のカラシニコフは、ロシアの敗北とその後のロシア崩壊を確信し、SNS で公開しました。カラシニコフは、我々が和平に合意しようがしまいが、特別軍事作戦の後には平穏な生活はないだろう。作戦は勝利で終わることはない。大惨事は免れず、昔の生活には戻らないと述べ、特別軍事作戦でロシアが勝利することはないと断言しました。また、その後は、激動の時代がやってきて、巨大な政治的変革が待っている。我々の支配階級の将来は、どの道にもつながっていない。アフガニスタンで見られたのより、もっと大きなものが訪れるだろうと述べ、プーチン政権とロシア連邦の崩壊が近いことを示唆しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面で、フルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ロシア軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド、そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。
クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温14度、最低気温8度。今日の天気予報は雨となっています。この方面でルシアン軍は31回の攻撃、17回の空爆を行い、作戦のペースを上げました。1番目。ウクライナ側のジュラフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落内に取り付いて、ウクライナ軍がドローンで追いかけています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第67機械化旅団のもので、その様子の一部となっています。戦況図では、この場所まで150メートルほど係争地が拡大したとして更新しました。2番目。ゴゴレフカでは、ルジアンが攻撃を仕掛けました。位置情報付きの映像によると、ゴゴレフカ中心部の公民館横にある第二次世界大戦の集落出身の戦没者の慰霊碑で、ウクライナ軍の車両が2両破壊され、ルジアンが旗を掲げて占領を主張しました。映像は、おそらく、ルシアン軍の第106空挺師団のものと考えられます。戦況図では、この場所まで700メートルほどの範囲をルジアンが占領したとして更新しました。それ以外については、戦況図に変更はなく、ルシアン軍の攻撃は損失が多いもののわずかずつしか前進になっていません。ベルゴロド方面。この方面では、ウクライナ軍が限定的な攻撃を行い、占領を拡大させているとともに、ルシアン軍を呼び込んで戦力を削っています。今日は、ルシアン軍は、ポポフカに空爆を実施し、デミドフカで砲撃を行った情報があり、その位置から、戦況図の通りにウクライナ軍が占領していることが確認され、変更はありませんでした。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは2回攻撃を行いましたが、今日もウクライナ軍により撃退され、戦況図に変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で6回、スバトベクレミンナ戦は23回、シベルスク周辺では3回、チャシフヤール方面で13回、トレツクの方向は18回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ルジアンがウクライナ軍の防衛の弱点を探して攻勢を仕掛けています。そのうち、昨日の動画でお伝えしたステポパノボセリフカの北の郊外では、ルシアン軍の砲撃位置からウクライナ軍の最前線が地図の場所付近と判明しましたので、その後方の一部係争地をルジアンが占領したとして更新しました。面積は3平方キロになります。スバトベクレミンナ戦。この方面では、ウクライナ軍が複数箇所で反撃を行いました。位置情報付きの映像などを総合すると、ウクライナ軍はナディア、セルヒーフカ、コバリフカ、ノボエホリフカ、カマジニフカに攻撃を行い、ルシアン軍は砲撃、多連装ロケットのほか、ヘリが急遽駆けつけ、ロケット砲を発射して前進を阻止しています。そのうち、セルヒーフカとノボエホリフカの間の郊外では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がコバリフカの方向に前進し、ルシアン軍は砲撃で応戦しています。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、地図の付近の様子となっています。ウクライナ軍は陣地を奪うことに成功し、戦況図ではウクライナ軍が700メートル前進したとして更新しました。それ以外も地上戦は継続中となっています。シベルスク周辺。この方面でルジアンはイワノダリフカに攻撃を行い、ウクライナ軍が応戦しました。ルシアン軍の車両は集落の端で破壊されましたが、今度は歩兵が展開し、損害を出しつつ前進しています。
そのうち、集落北の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、集落の東で、ルジアンの車両が破壊され、その後、集落の北で、地面にお休みになったルジアンが観察され、この範囲で地上戦となったことがわかります。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、地図の場所で攻撃してきたロシアン軍の車両2両、バギー2両、乗用車10台、オートバイ31両を観察しているところとなっています。この攻撃は、地図の場所まで前進したところで撃退されましたが、戦況図では 1.5 キロ係争地が拡大したとして更新しました。トレツク方面。この方面では、建物ごとに支配が変わる市街戦とともに、ロシアン軍が新たな突破口を開こうとしています。この方面に配置されている第42機械化旅団の副司令官は、ウクライナのテレビに登場し、この方面の戦況について、2月初旬に、ロシアン軍がトレツクを占領したと発表したが、実際は、我々はトレツクを防衛し続け、敵は援軍を送らざるを得なくなったが、それでも前進できなかった。最近敵は、側面からトレツクを迂回して前進しようとする試みがあると報告しました。1番目。トレツクの北の郊外の地図の場所では、ルジアンが歩いて浸透を図っていて、ウクライナ軍がドローンで探して排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のキジャーク国家警備旅団のもので、地図の場所にいるルジアンを観察しているところとなっています。こちらは、係争地にあるため、戦況図に変更はありません。2番目。市街地のスタジアム周辺では、ルジアンがスタジアムの西隣にある高層アパートと、その6ブロック北西にある住宅に取り付いていて、ウクライナ軍がドローンで見つけて排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のドローン部隊のサンダーバーズのもので、地図の場所にいるルジアンを観察しているところとなっています。これらの攻撃はウクライナ軍に撃退され、戦況図に変更はありません。3番目。トレツクの南西郊外のパンテレイモニフカからオレクサンドロピルでは、ロシアン軍が26日頃から砲撃とドローンにより激しく攻撃を行っていて、この方向に部隊を進める可能性があります。未確認のルシアンに近い SNS では、すでにパンテレイモニフカは占領したと伝えるところがあり、情勢が緊迫しています。戦況図では、これらの集落全体を係争地として更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では73回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で24回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ウクライナ軍が奪還し始めたところに、ロシアン軍が増援を送ったため、両者引くことができず、激しい地上戦となっています。1番目。ここ最近連日お伝えしているシェフチェンコでは、激しい地上戦となり、矛盾する情報が飛び交っていますが、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍のドローンが集落の北東部分を中心に攻撃していて、一部をウクライナ軍が奪還しました。ご覧いただいているのは、ロシアン側の撮影した映像で、そのうち、集落の中心部にある郵便局の様子を観察しているところとなっています。その他のロシアン軍の砲撃などの位置から考えると、ウクライナ軍は、集落の北東側で700メートル前進し、その一部を支配したとして戦況図を更新しました。2番目。西側正面のウスペニフカでは、ルジアンが集落に浸透していて、ウクライナ軍がドローンで排除しています。昨日の動画でお伝えした位置情報付きの映像をさらに分析したところ、ウクライナ軍が地図の家に火力を集中させていることが判明したため、戦況図では、ウスペニフカの集落の南半分で係争地が拡大したとして更新しました。3番目。プレブラ戦下では、昨日お伝えした位置情報付きの映像をさらに分析した結果、
ロシア軍の新たなカメノコ戦車がドローン攻撃を受けながらも前進し、集落の端に到達したことが判明しました。その他複数の情報を総合して、戦況図では、この後方となる集落の東側は、ロシア軍の支配地として更新しました。4番目。アンドリーフカの北の郊外では、ルジアンが北に攻撃を仕掛けていて、ウクライナ軍がドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第71ジャガー歩兵旅団のもので、地図の場所を歩いているルジアンの残り少ない人生を観察している様子となっています。戦況図では、この背後をルジアンが占領したとして更新しました。面積は4平方キロになります。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面でも、ロシア軍がウクライナ軍の防衛線の穴を見つけて突破を図りました。そのうち昨日ルジアンが前進した可能性があるとお伝えしたロズリフでは、ロシア軍の砲撃位置からルジアンがウクライナ軍の監視をすり抜けて前進し、集落中心部付近の建物までを占拠しました。ウクライナ軍は集落の西側で抵抗していますが、戦況図では集落中心部の学校と郵便局をルジアンが占領したとして更新しました。面積は 1.5 平方キロになります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面でルジアンは4回攻撃を行いましたが、ロシア軍の前進は確認されませんでした。ドニプロ川方面、コザチラヘリでは、ロシア軍の第80自動車化ライフル旅団に新たに配属になった兵士が完全装備で数名ずつボートに乗って渡河訓練を行いました。しかし、ボートが小さく、バランスを崩して数十人が川に転落しましたが、完全装備の携行品が重く、落ちたら最後、そのまま沈んで溺れたとのことです。これを伝えたパルチザン組織のアテシュでは、指揮官は訓練でも実戦でも損失を気にしていないと書き込み、ロシアン兵に行きたいなら一緒に仲間になろうと呼びかけました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは全文を読むことができ、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。